神奈川県鎌倉市にある鎌倉高校前1号踏切前です。スラムダンクの聖地として中国人に人気らしいので見物に来ました。あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。このオープニングのほんの1シーンに出てくるだけなのに、中国人が聖地化するまで日本人でも気づかなかったほどでは。アニメが1993年と30年くらい前。中国人団体ツアーもいる。若い人が多い。最近のアニメ映画はあったけども、本放送時は生まれてもないだろうに。中国で再放送のタイムラグがあるのか。日本の高校バスケ大会って見てて面白いのだろうか。ここは欧米外国人観光客がいなくて中国人ばかりですね。警備員もいるし、注意書きもメインが中国語。ツアーコンダクターのおっさんだが、ここで説明するようなものあるのかね。待っている人たちって江ノ電と遮断機が降りた状態のこの写真を撮りたいのかな。現在は平日の午前10時です。休日午後ならもっと混み合うのかな。江ノ島が見えますね。楽しそうだな。ライブ中継でもやっているのかな。カットインしてしまったな。ごめんね。昨日間に合っときゃよかったマジで。こっちの海の方にはあまり注目しないのね。あくまで電車、踏切とセットの構図がいいのかな。
かっこいい自転車だな。このまま道なりに鎌倉方面まで歩きながら道中撮影していきますよ。おお、記念撮影か。金持ち中国人、若いね。男はロン毛。どんなことして金持ちになったのだろうね。親が悪どいことして金持ちになったのかな。真面目に生きているだけでは大金はつかめないのは世界どこでも一緒。珍しい景色の川があった。音無川だって。稲村ヶ崎が見えてきた。第二目的地です。いい海岸だな。サーフィンやっているのおるな。稲村ジェーンってここの話かな。見たことないけども。絵になるお嬢さんがいるね。このじいさんも絵になるね。対比が取れる。こっちの景勝地はさすがに日本人が多い。踏切の方は本来観光地でも何でもないからね。
岩の海岸って新鮮だよね。砂利か砂浜のところが多い。時間差波しぶき。新田義貞が鎌倉を攻めるときにこの海沿いを通過したそうな。干潮時には行けるのかな。今だと無理。ここは安徳天皇の亡霊が出たというスポットでもあります。源頼朝は相模川の橋供養に参列した帰路、稲村ヶ崎で安徳天皇の怨霊と出会い、病気となって翌年に亡くなったのだと伝えられます。8歳児の怨霊。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。この人たちはなぜ一方向にカメラを向けているのだろう。鳥でも見ているのかな。紛れ込もう。わからない。では次に向かいますよ。